皆さんこんにちは。先日の日銀金融政策決定会合では一喜一憂された方が多かったかと思います。注目度は高かったですけれども、マーケットの現場では機関投資家の大口が買ってくる動きが目立ちました。そのあたりは今後の相場展開期待を含ませるものとして一旦置いておいて、今回の動画のテーマですけれども、サムネイルにもありますようにビッグモーターの不祥事、これに損保ジャパンは関与しているのかどうか、そして損保ホールディングスの株式は保有していて大丈夫なのかというお話をしたいと思います。ビッグモーターは上場していませんので、今回一番煽りを受けているのは損保ホールディングスの株式かと思いますが、過去にも様々な不祥事というのはたびたび起きて、いろんな銘柄に懸念が生じたこともあったかと思います。そもそも投資家が注意すべきガバナンス、企業統治という意味での見るべき指標ですね。これを株式投資の一般論としてデータをご紹介しながらご説明したいと思いますので、よろしければ今回も最後までお付き合いください。さて、まずはじめに今回のビッグモーターの不祥事で何があったのか、損保ジャパンに関わる部分というのはどこなのかというのを整理していきたいと思います。この動画をご覧いただいている方でしたら、ほとんどの方がご存知かと思いますが、車の修理、中古車販売を手掛けるビッグモーター。こちらにですね、一般の客が車が故障した時に持ち込む、修理を依頼するという形で、故障車を持ち込むわけですけれども、その時にですね、本来であれば普通に故障を直すだけなんですが、よく記事で見かけるのは、ゴルフボールなどを使って、本来故障している以上にボコボコと凹ませたり、壊したりしてですね、保険会社に過剰な保険金の請求をします。その損害保険会社の一つに損保ジャパンが含まれていたわけですけれども、わざわざ故障を大きくして不当に過大な保険金を請求して受け取っていたという形ですね。これだけだと損保ジャパンは被害者の立場ではないかというふうに見えるわけですけれども、実際ですね、最近損保ホールディングスがビッグモーターに対して賠償請求を行うといったような記事は、この点について過大に請求された保険金を返せという意味合いですね。ただ話はこれだけでは済まず、実は損保ジャパンもビッグモーターと手を組んで悪事を働いていた。どういうことかと言いますと、ビッグモーターがですね、仲介している損害保険ですけれども、顧客に対してですね、損保ジャパンのこんな保険がありますよと、自動車保険あるいは自賠責、これを斡旋する。これを契約すると、損保ジャパンにとっても利益が上がる。そしてこの故障車あるいは事故車を保有している顧客、これに対して損保ジャパンは安全運転、無事故無違反の顧客よりも劣る等級によって契約を行う。つまり保険料の支払いを通常よりも高い金額で行わせていた可能性があるということですね。ですので今回の不祥事は損保ジャパンの立場から見ると3つの論点があります。まず1つ目はビッグモーターに過大な保険金を請求されていたという被害者の立場。今損保ホールディングスはこれを前面に押し出していますね。そして2つ目はビッグモーターを仲介とする保険契約を結んだ顧客。これに対して不当に高い保険金を支払わせていたという加害者の立場。そして最後3つ目は今回中心に話していく損保ホールディングスのガバナンス、企業統治はどうなっているんだという話です。損害保険業界の中では最もたくさんの人数をビッグモーターに出向させていた。さすがにビッグモーターは経営陣、現場含めてほとんど全員が把握していたことでしょうけれども、一方で損保ホールディングスに関しては現場の人間、特に出向していたような人間は把握していたとしても、経営陣にまで知れ渡っていたかどうかというのは怪しいところですよね。知らなかったとしても不思議はありません。この点については具体的に後ほどデータご紹介したいと思います。そして損保ホールディングスの株式、今回同業他社で比較する東京海上ホールディングスと MS&AD、この3社で株価の推移をご覧いただきますと、ビッグモーターの事件に損保ジャパンが深く関わっているんではないかと大きく騒ぎになってきたこの1週間、明らかに株価のパフォーマンスが劣後しています。そして1年の推移でご覧いただいても、同業他社比であまり芳しくない動きとなっています。さて、損保ジャパンの株価、同業他社よりもあまり良くないという推移でしたが、業績的なインパクトとしてはあまり大差がないようです。まず損害保険3社の保険料収入の構成というのを種類別にご覧いただきますと、上から順番に火災保険、海上保険、傷害保険、自動車保険、自動車損害賠償責任保険、そしてその他、この6つの項目で収入の構成比をご覧いただきます。
左側の3列が前年度22年3月期、そして右側の3列が同年度23年3月期となっています。同様に東京海上ホールディングスと MS&AD の保険料収入の構成割合ご覧いただきますと、いずれの会社においても構成割合というのはあまり変わらないわけです。この中でも今回のビッグモーターに関わる自動車関連の保険については、この2列それぞれご覧いただいても、だいたい自動車保険に関しては 40% 前後、自動車損害賠償責任保険に関しては 7-8% が保険料収入の構成割合となっています。損保ホールディングスは両方を足して 52% 程度、東京海上は51%、MS&AD は少し少なくて 44% となっていますけれども、特に損保ホールディングスが自動車保険で異常な構成割合を見せていて、ぼったくっていたというような形跡は見られません。それもビッグモーターが仲介している保険料収入なんて金賞なものであるからという理由もありますが、簡単に年度ごとの収益及び株価指標をご覧いただきますと、まずこちらが EPS、1株当たりの利益、23年3月期は緑の損保ホールディングスが一番落ち込んでいるということで、このあたり株価に少し影響しているかもしれませんが、24年3月期、今期以降は最も回復が大きいような形になっています。続いてこちらがROE。こちらに関しては、緑の損保ホールディングスは昨年度が3社の中では一番低かったですけれども、今年度以降は ROE14% 以上に回復するというふうに予想されています。このあたりの数値を見ると、東京海上ホールディングスや MS&AD の株価よりも劣後する要因というのが業績あるいは指標ではあまり見当たらないという形ですね。余談ですけれども、よく過去の収益であったり過去のデータを用いて将来の株価が伸びるというような論調をしている YouTuber いますけれども、意識に置いていただきたいのが、将来の株価を考えるにあたって最も重要なのは収益予想、今時点以降の数値です。ご覧いただいているグラフだと右半分の3期分ですね。ここのマーケット予想が同業他社比でそこまで大差ないにもかかわらず、株価が劣後している場合というのは、この将来の収益性に対する予想の角度が揺らいでいる、実現可能性が下がってきているということです。将来の業績を考えるにあたって、過去のデータは役に立たないとなった時に、では何を見ればいいのか、そして損保ホールディングスだけの決定的な劣後する際というのは何なのかというのをご紹介したいと思います。具体的には冒頭のテーマでも申し上げた通り、ガバナンスについてなんですけれども、企業が将来にわたって収益を上げるために、投資家は今足元の企業の現状というのを把握したいわけです。それを反映している一つが株価。代表的なものに PBR というのがありますね。企業が足元で持っている純資産価値に対して株価がいくらをつけているか、その比率を表したものですけれども、これをいくつかの要因で説明する。例えば、ワンマン社長を経営している企業は PBR が高いのか、あるいは社長の年齢が若ければ若いほど PBR が高くなるのか、そういったいろんな要因を回帰分析して PBR に対する説明力が高い要因を探していくという作業をするわけですね。そして今回取り上げたいのは昨今の ESG のブーム、その中でも G にあたるガバナンスで注目度がとても高い取締役の特徴。取締役というと多いところだと20人、30人、少ないところだと数人という会社もありますけれども、その取締役の中に女性就任している割合、これが高ければ高いほどガバナンス、企業統治に貢献しているというふうに捉えられています。この取締役の特徴、多様性というのを焦点に当てた投資というのは、機関投資家の中でもかなり騒がれていますが、今回はですね、もっと深掘りしていきます。なぜかというと、冒頭のビッグモーターの不祥事における損保ホールディングス、現場の人間は知っていたと思われるが、上の人間まで知っていたかどうかは定かでないという話。これに沿った形で、役員ではなくですね、管理職の人数、さらには従業員に至るまで割合を計算していきます。このそれぞれの要素において PBR が高くなる低くなるというような説明力、どれくらい持っているかというのを回帰分析で計算するわけですね。回帰分析の中に T 値という説明力を表した指標があるんですけれども、これが2以上になると強い説明力を持つ。つまり PBR の工程に対して優位性のある要因だということです。さてまずは回帰分析において女性役員、
つまり昨今当たり前のように行われている要素だけを用いて回帰分析を行うと出てきた T 値は 3.7 とかなり高い説明力を持っています。つまり女性取締役が多いと PBR は高い傾向にある。当たり障りのない表面的な取締役比率だけを用いても間違いではないということですね。しかし今度管理職にまで深掘りしていく女性役員と女性の管理職の割合というのを用いて PBR の回帰分析を行うと PBR に対する女性管理職の説明力 T 値は 3.25 とこちらも高い数字が出ました。しかし女性役員の数値こちらの説明力は女性管理職の割合を混ぜた回帰分析を行うと 0.4まで下がってしまう。つまり T 値は2以上ないと説明力として優位ではないので管理職の説明力の方が大きく影響しているという結果になりました。しかしこの2つの要素を用いて回帰分析を行ったときに要因として交差する部分、重複する部分の説明力ですね。簡単に言うとどちらの要因にも関わってくる項目というのがあるんですけれども、これが 3.8 と高い説明力を持っている。つまり女性管理職単独でも高い説明力があるんですが、取締役の中で女性の割合が高い方がより女性管理職の割合が PBR を左右しているという意味合いですね。最後に女性従業員に関しては T 値 1.7 とあまり高くはないですけれども、こちらに関しても取締役の女性比率、これを引き下げる結果となり、交差項ともに共通する部分に関しては 1.3 と説明力の高さに関しては女性管理職の割合に劣りますが、形としては女性従業員も同じような結果となっています。つまり女性取締役の比率を企業の多様性として PBR の説明力が高いということで短絡的に投資するよりも企業の本来の姿を表す管理職や従業員といったところまでデータを使っていった方が効率的な企業評価 PBR が数値として現れるということですね。特にこの中では管理職真ん中のところが重要になってくるというデータでした。今ご覧いただいた回帰分析についてはトピックス構成銘柄で行っていますけれども、今回焦点を当てている損害保険の各3社、どういった数値が出ているかご覧いただきますと、まずは独立社外取締役、損保東京海上 MS&AD の順番に 75%、43%、50% と表面的には損保ホールディングスが最も高い数字になっています。そして今度は女性取締役の割合、こちらは 25%、14%、30% と MS&AD が最も高く、損保ホールディングスは真ん中になっています。そしてこの独立取締役であったり、女性の取締役というのはガバナンスという項目で多様性を叫ぶ最近の潮流、機関投資家の表層的な分析が大好きなクオンツ投資家によってよく用いられる2項目です。しかし先ほど取締役に限らず管理職あるいは従業員までブレイクダウンしていったときに管理職の立場が重要だという結果が出ました。そしてこの女性管理職の割合を3社ご覧いただきますと、損保ホールディングスが 5.5%、東京海上 10.3%、そして MS&AD が 19.5% と出ています。つまり損保ホールディングスは管理職における重要性というのを最も劣後させた形になっていて、しかも欧米の流行りにしがみつくだけの表層的な機関投資家はこの要因を捉えることができないということですね。ということで表面的なガバナンス指標では不祥事を防げない。実際今回のビッグモーターの問題が損保ジャパンの現場では周知の事実だったのかもしれませんが、それが上にまで上がってこない、そういった企業風潮に流されてもみ消すというような可能性が強く懸念されます。最後にガバナンスの評価が株主還元にも影響するというお話をご紹介したいと思います。ガバナンスの評価によって3つのグループ、高い企業統治が行われている企業、真ん中、そして統治できていない企業、3つのグループに分けたときに T の時点でとあるイベントが起きます。そして1ヶ月ごとの平均の株価推移をたどっているんですが、そのイベントとは何かと言いますと、自社株買いの発表です。そして自社株買いが起きた半年後までの株価をたどっていくと、実はガバナンスが低い企業統治があまりできていない方が自社株買いを交換して株価が上がっていく傾向があるということですね。ガバナンス低いのは良くないんではないかと
思われますが、理由はこの後ご説明します。もう一つ株主還元といえば、皆さんもよく好まれる配当というのがありますが、今度は増配を発表した後の株価推移、これをご覧いただきますと、こちらの場合は半年後、ガバナンスの低い銘柄、企業投資できていない銘柄ほど株価が下がっていく傾向にあるというのがお分かりいただけるかと思います。なぜこんなにも差が出ているのか、それは簡単にご説明しますと、投資家の期待による差ですね。例えば左側はガバナンスの低い企業統治があまりできていない銘柄だとします。そして右側に関してはガバナンスの高い、しっかりと企業統治ができている銘柄だとします。そして投資家はそれぞれの銘柄に当然収益を期待してお金を投資するわけですけれども、本来投資家はこの資金を使ってうまく資産を増やしてくれ、そして株主に対して分配してくれと思っているわけですが、まず自社株買いについては、例えばこの投資した金額がそれぞれの企業で内部留保されるとします。そうすると本来はうまく経営資源として使って利益を上げてほしいわけですが、内部留保だと意味がないわけですね。例えば同じ内部留保の額だとしても、左側のガバナンスが低い企業に関しては、右側のガバナンス高い企業よりもより割引されて価値を目減りされた状態で見積もられて評価されます。そうすると自社株買いというのはこの内部留保のお金を使って行うことが多いので、より価値が低く見積もられている資金を使って自社株買いを行うということで伸びしろが大きくなるという形ですね。一方で増配に関しては、配当金というのはそもそも年度ごとの収益に応じて配られるもの、つまり将来のキャッシュフローによって生み出されるものになります。そうすると自社株買いとは違って高い角度で収益を上げられるガバナンスの高い企業、統治ができている企業というのがより交換されるということですね。つまり低いガバナンス、損保ホールディングスのような銘柄だと自社株買いに期待する。そして高いガバナンス企業、東京海上や MS&AD が当てはまるかはわかりませんが、企業統治がうまくできている企業に対しては増配を期待する方が理にかなっているということですね。ということで今回のビッグモーターの不祥事を踏まえて、損害保険3社、特に損保ホールディングスについて具体的なデータ分析を行いましたけれども、長期投資における株価への説明力が高いのは現場の多様性、特に管理職のデータですね。巷の機関投資家がよく使っているような取締役上層部を表しただけの割合であったり、短絡的な ESG の評価では今回の損保ホールディングスのような経営体質は見抜けないということです。皆さんがお持ちの銘柄も取り繕った取締役の多様性、あるいは環境に配慮しているというようなざれごとに終始していないか、現場の管理職あるいは従業員に至るまで多様性が考慮されているか、あるいは賃金の差がおかしくないか、そういったところまで見ていく方が本来の企業体質が把握できるかと思います。ひいてはその企業体質の良し悪しというのが将来の収益性につながるわけです。とはいえ損保ホールディングスのようなガバナンスの統治が悪い企業であっても、自社株買いさえしてくれれば株価の反応が大きく出るというメリットがありますので、それを逆手にとって自社株買いが出たらしばらく株価上がっていくのを眺めて売り抜けるというのも手段の一つかと思います。少なくとも長期投資を行うにあたってガバナンス統治の悪い企業、あるいは今回のような損保ホールディングスと同様の企業体質を持った企業というのは避けたいかと思いますので、今回の動画参考にしていただいて高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。